こんにちは皆さん、ミリカタロットです。はじめましての方もようこそおいでくださいました。どうもありがとうございます。いつもチャンネル登録や高評価ボタンを押していただいたり、温かな応援のお気持ちを向けてくださいまして、本当にありがとうございます。いつも励みにさせていただいております。引き続きリーディング動画アップさせていただきたいと思いますので、今後もどうぞ応援のほど何卒どうぞよろしくお願い申し上げます。はい。ということで、今回のリーディングテーマです。あの人があなたへ伝えたいことをリーディングさせていただきたいと思います。今回の選択肢はこちらの3枚のカードを用意させていただきました。左側 A、真ん中 B、一番右が C とさせていただきます。裏側の面で選びたいなというあなた様でしたら、今お選びいただけたら良いかなと思います。ピンとくるカードをお選びください。はい、それでは表の面にさせていただきます。A のカードちゃん、B のカードちゃん、C のカードちゃんです。それでは、左側 A のカードをお選びいただきましたあなた様のリーディングを開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは A さんよろしくお願いいたします。まずは、A さんとお相手様の今の状況を、カードちゃんに出てきてもらって見させていただこうと思います。はい、それでは、お二人の現在の状態についてカードちゃんに出てきてもらいました。開けてまいります。女主大さんの逆ですね。カップの9が正1、ペンタクルの9正1に、ソードの10が正1で出てきておりますね。こちらオラクルカードちゃん、トラベルが逆で、はい、こちらは、デイドリームズ&ディシジョンズの逆ですね。はい。全体的にね、見させていただいて、パッとこう入ってくるっていうか感じることなんですけれども、あなた様が最近ね、とても活躍されてるんじゃないかなというふうに思うんですね。なさってきていることですね。お仕事とか、あとはまあご趣味のところでもそうでしょうけれども、いろいろなことをこう具現化している、実現化しているようなエネルギーを感じるんですね。で、お二人のご関係性なんですけれども、お知り合いな方とかお付き合いの方なのかなというふうに思うんですが、お相手様の方が若干こうエネルギーが、穏やかというか、ちょっと弱まっているような感じだったんじゃないかなというふうに思うんですね。A さんが、なすべきこととか、目標としていることにね、集中なさっていらっしゃった。その間、お相手様はお相手様で、その方の、すること、お仕事とか、お勉強もそうかもしれませんけれども、そういったことをなさっていたんじゃないかなとは思うんですけれども、あまりね、お二人の間で、こう、気持ちをつなぎ合わせたりだとか、つないだりとかね、そういったね、状態じゃなかったのかなっていったことも感じるんですね。ちょっとね、お疲れの様子も、出てて、お二人のご関係性の上で、だんだんとね、お互いの疲労っていったものが溜まってきているような状態だったり、あとは少し関係性がちょっと、お互いの思いや考えていったものがそれぞれにこう溜まってしまっているような感じで、それを解消したり、望んでいること、願っていることをお互いに伝え合ってね、解消したりとかできなかったんじゃないかなっていうようなことも感じますね。ご関係性としては少し、進展がなかったりしたような感じがあるのかなというふうに思うんですね。お相手様の方なんですけれども、少し、なんていうのかな、ちょっと動きがね、取れなかったような状態だったり、あとは、A さんと
どういうふうに連絡を取ろうかなとか、言葉を伝えようかなとか、あるいはこれからのことどういうふうにしようかなっていうように考えても、ちょっとビジョンが見えなかったりだとか、あとはそこにね、意識が向いていなかったような状態なんじゃないかなというふうに思うんですよね。お相手様の方がね。でもだんだんとそういった状態が変わってきているっていったようなエネルギーの流れも感じるんですね。つまりは、お相手様が少しね、なんていうのかな、気持ちが、はっきりしないような状態が少しずつ変わってきて、クリアになってきているような流れっていったものも感じますね。トラベルの逆が出てますので、やっぱりなんか動きがね、あまりなかったような感じがしますね。どっかに行きたいなと思っても行けなかったりだとか、新しい、二人の関係性の扉を開こうとしても、開けなかった、お二人でそこの段階に進めなかったんだっていったようなことも感じます。はい。今はそういったね、状態を感じます。はい。もしね、違うなっていうふうに思われましたらですね、もしよかったら、他の選択肢の方を見ていただけたら嬉しいです。はい。ということでですね、今度はお相手様の今の状態ですね。お相手様だけの状態を見させていただいてもよいでしょうか。はい、それではお相手様の状態ですね。今の状況、どんな状況でしょうか。ワンドの3の逆が出てますね。ジャッジメント。アーティストの逆ですね。はい、これは、ペンタクルのナイトさんの逆が出てます。はい。先ほどもね、お伝えさせていただいたんですけれども、やはりお相手様って少し前の状態から今の状態にちょうど移行しているような、状態なのかなというふうに思うんですね。こちらね、ペンタクルの、ナイトさんが逆に出てますよね。お相手様ね、お仕事とか、あとは勉強なり、取り組むことに対してすごく、真面目な方、で、真剣にね、取り組んで、丁寧な方なのかもしれないですけれども、ちょっとね、時間がかかってしまったりするところもあるのかなというふうに思います。で、そういったね、お相手様なのかなというふうに思うんですが、進捗状況っていうのかな、お進み具合がですね、あまり望んだ進み具合じゃなかったよって言ったことを伝えてきてくれてるんですね。なので、生み出そうとしている、これアーティストさんなんですけれども、生み出そうとしているんですよね。絵を描いて、この人は自分の、絵を作ろうとしている。他のものに当てはめれば、やはり、何かのアイデアを出したりだとか、何か行動に移したりだとか、そういったことに対しての、スムーズさっていったものがなかったんじゃないかなというふうに感じますね。うまく描き出せなかった。なので、見通しが立たなかったっていったことも伝えてきてくれてますね。どこにどう向けて、何をすればいいか、一番効果的なのは何だろうみたいな感じで、ずっと考えたりだとかでしていらっしゃったんじゃないかなというふうに思うんですね。そう。なので、そういった状況から抜け出すというか、今の状態としては復活のカードが出ているので、状態としてそういった、滞っていたものが、スムーズになってきているよっていったことを感じます。お相手様の今の現在の状態は、そういった、やっぱり流れがあって、その前の流れから今の流れに変わってきている。潜在意識とか、そういったものも働いてですね、お相手様のパワーとかエネルギー、そういったものが復活してきているんだよっていったことが感じられますけれども、いかがでしょうかね。さっきもね、なんかね、願い事っていうか、叶って欲しいなっていったことが、分散しちゃってるような状態で、意識がバーって散ってしまっていたようなものが、今は少しずつ集中して、エネルギーがアップしているんだよっていうようなことを感じていたんですね。はい。というような状況だそうです。で、次なんですけれども、そんなお相手様が、A さんとお相手様の過去についてどういうふうに思っているかなっていうふうに聞いていきたいと思います。
それでは、お二人の過去についてお相手様がどのように思っているか聞いてまいりましょう。ソードのナイトさんが正位置、ソードの3、正位置、デビル正位置、そして、ワンドの7が出てますね。こちらオラクルカードちゃん、バランス。はい。そして、クォンタムカードさんが、コミットメントのカードが出てますね。お相手様、A さんのことね、とてもね、惹かれてしまって、どうしようもない思いに駆られてて、だけど、バランスをね、とにかく取らなきゃいけないと思って、一生懸命こう制御していたような状態だったんだそうですね。そう、なので、まあ、お仕事上とか、あとはコミュニティとか、いろいろな何かの、まあ、規約とか、もあるかもしれないし、あとはバランスなので、いろんなこの周りの状態、条件に対して、ご自身がそこから逸脱しないように、一生懸命気持ちをこうコントロールしていようとされたそうなんですね。なので、まあこれ心の葛藤もそうだと思うんですけれども、いろんななんていうのかな、A さんの素敵なところが見えてしまう。だけど、こう自分の中で、例えばお仕事しなきゃいけないとか、周りの人とのバランスを取らなきゃいけないとか、あとは受験を控えてて、お勉強をね、しなきゃいけないので、A さんに向けてのその思いといったものを一生懸命まあ、見ないようにしていたりだとかもしていたんじゃないかな。はい、そんなようなことを感じますね。A さんのことが気になるんだけれども、その気持ちを、蓋をするというか、自分の中でコントロールしようとしていた。っていったことを伝えてきてくれてますね。これね、だから、まあ、コミットメントって契約とか約束とかっていうことなんですけれども、まあ一つはお相手様の立場上ね、まあそういったことができない。例えば先生と生徒の間柄とかでしたら、やっぱりね、そんな関係になるわけにいかないとか、そういったこともあるでしょうし、はい。まあ、それは教育の場のお話ですけども、お医者さんと患者さんとか、いろいろな、ご関係性があると思うんですが、なかなか規約上っていうか、お客様だったとか、あと、ね、あるじゃないですか。そういうふうに思っちゃいけないよっていったようなご関係性なのかもしれませんし、そういった方がね、B さんの中にいらっしゃるのかなっていったこともあるんですけれども、まあ、お相手様はね、本当に心をね、すごく、キリキリさせているような状態なんですよね。でも、あなたの魅力には、叶わないというか、そう、あなたから離れることができないっていったような、ものすごい、なんていうの、すごい強い気持ちみたいなものが自分の中で葛藤としてあった。本当はね、すごい惹かれて走っていきたいんですよ。あなた様のところにね。だけど、それをこうバランスを取るようにしていたっていったこともあるんじゃないかなっていうふうに感じますね。はい。なので、A さんに対して何かのね、強い気持ちっていうものは、お相手様がすごくあったんじゃないかなと思います。A さんはいかがでしょうか？お相手様にとてもね、思われているなっていったような感覚はありましたか？はい。で、次なんですけれども、そのようなお相手様なんですが、まあ、過去についてこういうふうに思っていたと。では、今ね、あなた様に A さんに伝えたいことを聞いていきたいなというふうに思うんですね。A さんに今伝えたいことは何ですか？はい、それではめくってまいりたいと思います。ワンドのキングさんが逆、デス逆、そしてソードの5、ソードの6が逆。こちらスペルキャスティングさんからクラリティのカードちゃんと強力な味方。はい。そしてこちら、リコンシレーションが出てますね。はい、デスの補足いただいてもよいでしょうか。これが出てきてますね。はい。ワンダの9の逆ですね。
お相手様は、A さんに対してすごくはっきり分かったことがあるよって伝えてきてくれてます。非常にね、つながりが深く、自分のことを、支えてくれていたりだとか、やはりその自分の力を発揮させてくれている人なんだなって言ったことが分かったっていうこと。で、こちらのカードちゃんなんですけど、和解っていうカードなんですよね。なので、さっきね、現状のところで、なんか、A さんはね、すごくこう輝いて、なんかこう、活発にね、活躍されているようなエネルギーを感じたんですけれども、お相手様の方が少し閉ざされていたような、だけど変化が来ているような、そういったエネルギーを感じたんですね。ですので、お相手様は A さんに向けて何か思いをね、心を開いて、迎え入れてほしいなっていうふうに思ってるんじゃないかな。A さんにとって自分はどういうふうに見えてるのかわからないけど、でも自分は A さんのことに対しては A さんに言ってもらわないと困ってしまうなってことが分かったっていうような感じかな。いろんなね、日々の、暮らしで、自分の落ち込んでしまっている時だったりだとか、何かうまくいかなかった時とか、A さんのことが思い浮かんでしまっていたような感じなんですよ。で、思い出すんだけれども、なかなかこう素直にその思いを伝えられなかった。心の中の葛藤っていうのが出てきてるんですよね。素直になれなかったりだとか、なんか自分がどうしてもマウント取っちゃうとかね。なんかそういったプライドみたいなのもあったのかなというふうに思うんですけども、なんかそればかり自分は先行していたんだけれども、だけどそれでね、結局はうまくいかない。なんかやっぱり足りないものがあるとするならば、それを埋めてくれるのは A さんなんだよってことをすごく思ってるよっていうことなんですね。そう。もしかすると、そうですね。お相手様は、ちょっとプライド高い人ですかね。こう言っちゃうと悪口になっちゃいますか。ごめんなさい。でも、なんか、自信を持ってね、いろんなことを成し遂げて行かれる方なのかなというふうに思うんですよね。ペンタクルのナイトさんもね、出てきてくれているので、お相手様というね、方は、お仕事なり、何かね、部活でもそうですし、今までやってこられた、お立場をこうしっかりと守って成長させていく、人々のことも成長させていくといったような、なんか責任をね、感じていたりだとかする、そういったポジションにね、いてくれるような方なのかなとも思いますし、アーティストさんもね、出てきてくれてて、なんかこう時代をこう引っ張っていくとかね、新しいことを切り開いていくような先駆者のような方かもしれないなともね、伝わってきているんですね。ただ、それがやっぱりこう、滞ってしまうと、なんか、ちょっと苛立ちを感じちゃったりだとかね、そういうところもあるのかなっていうところもあるのかなって思ったんですね。はい。もうすいません、日本語が変でね。そうなので、そんなね、お相手様から見ると、いろんなことを輝いてされてる、A さんを見ると、ちょっとね、嫉妬心もあったかもしれませんし、焦りもあったかもしれない。そう。だけど、やはり、そうね、A さんっていう人の、お力っていうのが、このお相手様にとっては、いろんなこの、活力を見出してくれる方、引き出してくれる方でもあるし、今までそういうふうにね、A さんが協力してくれたことがあったのかな。何かものをね、成し遂げるために A さんの力っていったものが、この方にとってね、すごいいい影響をくれていたんじゃないかな。そういった方も中にはいらっしゃるでしょうね。そう。なので、一緒にね、やっぱり戦っていってほしいんですよね。そう、だから、A さんには、そばにいてね、そう、自分のインスピレーションをこうくれる人だったりだとか、こう、
ちょっと闘争心じゃないけど、そういったものをね、湧き立たせてくれるような、大切な人なんだっていったことを伝えてほしいっていう感覚が、感じます。伝わってきます。明確になったよってことなんで、クラリティなんでね。はい。まあ、なので、まあさっきね、バランスのカードも出ていましたけども、いろんな葛藤っていうかバランスをね、お相手様取っていらっしゃったんですよね。お相手様はお相手様で、ちょっと大変な時もあったろうし、自分のその心と、あとは周囲の状況を、状態を崩さないように必死にね、こらえていたこともあったとは思うんですよね。もう少しね、じゃあお相手様のお気持ち聞いていきましょう。もう一枚出させてください。お相手様のお気持ちをね、もうちょっと、こちら。はい。なんか、やっぱりあなた様のことが素敵に見えてたみたいですね。Let your friends help you. お友達の助けを借りましょうみたいなカードちゃんですけど、2回はい。2、4、6。はい。やっぱりチャンスくださいっていうことです。もう一度チャンスくださいっていうカードちゃんが出てますね。はい。あなた様がすごくね、素敵に見えてたよって言ったことと、私にチャンスもう一回くださいっていうことなので、やはりその、あなた様ともう一回ね、力を合わせて、いろんな物事をこう乗り越えていきたいなっていったようなことを伝えてほしいっていうことなんですね。はい。そのように、お相手様からのメッセージ伝えさせていただきました。はい。最後に、アドバイスメッセージみたいな感じで、大天使ミカエルさんから、あなた様にちょっとカード出させてください。はい。2、4、6。Positive thoughts create positive result。はい。のカードちゃんが出てます。ポジティブって言ってます。なんか、ほら、見て。ポジティブですね。前向きに明るく受け入れて、いけるところは受け入れていてくださいって言ったようなことです。はい。これからお二人の関係性が、そうですね、もう一度ね、復活っていうか、こう強力にね、力を合わせて、物事を成し遂げていかれるお二人なのかな。そう。ミカエルさんは、A さんとお相手様のことを応援しているのかな。何かこれからお二人で、ちょっと影響力を持ってね、何かを活動されて、結果を出していくようなお二人なのかなっていったことも感じますね。ポジティブにいてくださいといったことです。はい。お選びいただいたカードちゃん、こちらザ・ハンターです。かわいいですね。はい、こちらですね。この猫は働き者で献身的に近所のネズミが飼える。時には鳥のヒナまでを駆除してペストの感染予防に励みました。その活動に全く感謝がない飼い主が、キャーッと金切り声を上げて、すぐさま努力の成果をトイレに流してしまったのは大変残念なことでした。人間関係、それが猫からの贈り物じゃない限り、受け取るよりも与える方がいい。人生、もらい物にケチをつけるな。仕事、いくら一生懸命尽くしても、それが感謝されないことを覚悟しておいて、といったようなカードちゃんの、内容なんですけれども、はい、こちらの猫ちゃんね、一生懸命献身的にね、飼い主さんに、尽くして、だけど、その成果も、なかったことにされちゃうっていうね、ちょっと悲しい、猫ちゃんのお話でしたけれども、でも、なんか、感謝をもらうこと、感謝してもらうことを目標としてきたことではないかもしれないけれども、でも相手にね、献身的に、しているばかりでは、やっぱり辛いよねっていうことをね、寄り添って、
言ってきてくれてるんじゃないかなというふうに思いました。ただ今後はですね、なんかお相手様もちょっと気持ちがはっきりしてきたって言ったこともあるので、ミカエルさんからはね、ポジティブにっていうようなカズちゃんも出てましたんで、決めるのはね、A さんなんですけれども、お相手様はこのようにね、思ってるよって言ったことを伝えさせていただきました。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。いろいろね、今までのことがあったんじゃないかなというふうに思いますね。ソードの、10も出てたんで。ただ、お相手様の中でも非常に葛藤している、戦っている気持ちっていったものがあったみたいなんで、そう、動けないっていうような状態をこう動かしていきたいなっていう希望をね、少しずつふつふつと沸かしているような感覚も見受けられました。はい。A さんがね、どのようにご判断されるか。私としてはお二人が力をね、合わせて、様々なこれからね、ことを成し遂げていかれるのかなというふうに思いますと、お互いに尽くして、お互いに力を出し合って、お互いに称え合えるような、感謝をできるような、そんなご関係性になられたら良いかなと余計なお世話ながら思いました。はい。ご視聴どうもありがとうございました。もし、ちょっといいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方で、応援していただけますととても嬉しいです。今後もリーディング動画アップさせていただきますので、もしよかったら、なんか気になる時に見ていただいて、心の調整などしていただいたら、嬉しい限りでございます。はい。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。A さん、それではまた。はい。それでは B さんのリーディング開始させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、A さん、ごめんなさい。まずは B さんとお相手様の現在の状態ですね。ご関係性を満たしてください。はい。それでは巡ってまいります。カップのエースが逆。ソードのキングさん逆。ソードのクイーンさんが正位置で、ペンタクルの3が逆ですね。こちら、コーンタマオラクルカードちゃんから、オプティミズムのカードちゃんと、そして、シンプリーラブのカードちゃんが出てますね。ソードのキングさんの補足をもらってもいいでしょうか。2の、4の、カップの4の逆。はい。カップのエースの逆の補足ください。ごめんなさい。ソードの9の逆。一つはですね、B さんが、今ね、すごく、オプティミズムのカードが出てて、これ正位置で出てきてくれているので、いろいろなものを、こう、ネガティブに捉えないようになさっているのかなっていうふうに感じますね。中には、お子様のこととか、あとは、前にね、結婚されていた方とか、そういった方が絡んでというか関係してきているのかなというふうに思うんですけれども、中にはね、そういった方もいらっしゃるのかなというふうに思います。お相手様がですね、もしかしたら、ね、距離が離れてしまっているとか、今はもうお付き合いをね、疎遠になってしまっているとか、そういった方も中にいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、ちょっといろいろなね、複雑な事情がおありの方が多いのかなというふうに思いますね。思ってしまうことに対してですね、思いを寄せることに対してですね、何かの制限というか、ブロックが働いてしまう。で、本当はね、そういった状態っていったものが、自分たちの関係性を発展させないことは、すごくね、よくお分かりになっていらっしゃるんじゃないかなっていったことも感じるんですね。B さんがね、思ってはいけないって自分の愛する気持ちとか恋する気持ちを、こう、なかなか素直に
出していけるご関係性じゃないのかな。ちょっと複雑であって、ちょっとどこじゃないかもしれないですけどね。すいません。とても複雑なご関係性であったりだとか、一筋縄じゃちょっとスムーズにね、素直にこう、気持ちを伝えたりだとか、行動を起こしていけない方が多いのかな。何か思うところがあるんですよね。遠くから見てる感じがするし、B さんがね、一緒のね、お仕事の場所にいらっしゃったり、会う機会があったとしても、前向きにね、思おうとされていたり、関係性を発展させていこうっていうようなお気持ちがあるんじゃないかなとは思うんですが、ちょっとお相手様との距離感だったりだとか、そこがなかなかこう縮まっていかないっていったようなこともあるのかな。お子さんをね、一人前にする段階、途中の段階っていったようなこともあるのかな。なので、時がね、満ちていく、時が経っていくにつれて、B さんとそのお相手様が向き合ってね、お互いに気持ちをこう伝え合ってスムーズに関係性を発展させていく、そういったお二人っていうこともあるのかな。今はまだそこの段階に行けてないけど、お子さんの成長を見守り、立派なね、大人の方になられたら、B さんとお相手様の関係がスタートしていく。そういった方もいらっしゃるっていったことが今伝わってきてるんですね。なので、その日を迎える時まで、B さんは、ご自身のお気持ちを整えながら待っているんだよっていったようなことも感じます。はい。で、全然違いますっていう B さんでしたら、本当ごめんなさい。他の選択肢の方もね、見ていただけたらとても幸いでございます。はい。ということで、そんなね、お二人なのかなっていうふうに伝わってきてるんですけれども、お相手様の現在の状況、どんな状態なのかを見させてください。はい、それでは開けてまいります。ペンタクルの3。はい。お相手様、タワーの逆。はい。ソードのページちゃんですね。ハングドマンの逆の1が出てます。はい、お相手様の状態なんですけど、やっぱり、変わるに、変われない、大胆な動きは取れないよって言ったことも感じますね。さっき、ペンタクルの3、逆出てましたね。お二人の関係性、のところでは、ペンタクルの3の逆が出てくれてましたけど、お相手様の現状のところでは正位置で出てますので、お相手様はやはりお仕事とか、あと、専門的なことを勉強なさってたりだとか、複数の人でね、何かをこう、されているよっていったことを、伝えるカードちゃんなので、やはりお仕事とかね、一生懸命されてるんじゃないかなっていったようなことも感じますが、向き合わなきゃいけないことに対して、お相手様は今、なさっていらっしゃる。で、将来のためもそうですし、コツコツとね、集中して何かをこう、やっていらっしゃるよっていったことなんですね。お相手様にね、当てはめていただけたらよいかなというふうに思うんですけれども、今ね、いろんなことをこう要求される時代でもあると思うんですよね。時代の変化が激しいので、仕事に関しても、例えば資格をね、新たに取らなきゃいけないなとか、新しい分野をね、勉強して、こう開拓していかなきゃいけないなとか、そういったこともね、お考えになって今動かれているんじゃないでしょうかね。そういった時代の変化にも、こう、追いつきつつ、置いていかれないようにみたいなところの、感覚があるんじゃないかなというふうに思います。そうですね。いつまでもね、同じようなところに同じようなことやってられないっていったような、そういったお考えもね、伝わってきてますので、そうですね。時代の変化に伴ってやっていかなきゃいけないことあるよねっていったような、状況なのかなっていうふうに伝わってきますね。なんかお若い方、そうだな。さっきお子様のね、こともね、出てきたんですよね。お子さんいらっしゃらないっていうような方でしたら、
自分がその成長していくっていったことも、そうですね、受け継ぐとかね、受け継いでいくとか、そういったこともね、大事になさっている方だったり、テーマであったりだとか、されるのかなというふうに思いますね。はい。伝承とか。そう。例えば、親方からね、この技をね、受け継いで、次の世代に伝えていく役割を担っているとか、そういった方もいらっしゃるのかなというふうに思いますけれども、今、集中してね、そう、時代の流れに合わせて、変化に合わせてやっていますよっていったことを近況として伝えてきてくれております。はい、そのようなお相手様なんですけれども、B さんとお相手様の過去について、どのように思っていらっしゃるんでしょうかっていったことを聞いてもよろしいでしょうか。はい。はい、それではめくってまいります。ストレングス、想像の2の逆、カップの8、想像の8の逆が出てます。はい、オラクルカードちゃんは過去の傷を癒す、そして、レッティングゴーのカードが出てます。はい、お二人の、過去について、お相手様が思っていることなんですけれども、やはりB さん、あるいはお相手様、お二人ともなのか、いろいろと過去にね、経験されていることが終わりになるお二人なのかなっていうふうに感じますね。で、過去の傷を癒すなので、過去あったことを、そうですね。もうそこから離れていっているよっていったようなことなんですね。レッティング後、手放しのカードが出てます。傷ついたこと、辛かったこととか、そう、そこからね、切り替えて、新たに歩み出しているお姿が見えますので、特に B さんの方がね、過去にいろいろあった方なのかなっていったことをね、伝えてきてくれてるのかな。B さんが力強く、前進して、一歩一歩こう前に進んでいる姿を見てきたっていうこと。決断したこともあったよねとか、あんなこともあったよねって言ったことをね、なんか伝えてきてくれてますね。その様々な過去から自分の力をね、しっかり、力をね、つけながら一歩一歩歩んできた、その姿。特に B さんのその頑張りっていったものを感じていた。B さんのその頑張りをよく頑張ってるなっていうふうに思っていたんじゃないかな。大変だったなっていったことも伝わってきますね。鏡に映る姿がもう非常にね、周りのそのカラスに、なんかいろいろされながらも耐えている姿なんですね。それを見ていますよね。で、その逆なんで、やはり、そういった状態から抜け出している。なんとかね、抜け出しているよっていったことを伝えてきてくれてますね。特にB さんの方なのかな。そういった過去がありますっていったことを伝えてきてくれてます。はい。ということで、次なんですけれども、いよいよですね、お相手様が今あなた様に B さんに伝えたいことをカードちゃんに出てきてもらいたいと思います。はい、それでは開けてまいりたいと思います。ペンタクルのエース、正位置ですね。はい、運命のは逆、ソードの5。そして、ペンタクルのナイトさんが出てます。こちらのオラクルカードちゃんは、トゥルース、鏡、そして、魂の救済、そしてロマンスエンジェルオラクルカードさんは、パッションのカードちゃんが出てきてくれてますね。はい。お相手様が今 B さんに伝えたいこと。はい。ですね。目につくのが、まずこのペンタクルのエースとペンタクルのナイトさんが正位置で、両側で挟んできてくれてるんですね。この運命の輪が逆位置で出てます。お相手様の意識としては、今はね、すぐにこうできなくても、必ず、
自分のやっぱり経済力だったりだとか、あとは人生の人間力だったりだとか、地に足つけるとかっていう意味もあるんですけれども、実際の生活力みたいなものを、やっぱりつけていきたいなっていったような気持ち、それがあるんだよってことなんですね。時が満ちる、時が経つ、そういったことも、伝えてきています。というのは、今はタイミングじゃないかもしれない。確かに。だけど、必ずね、そういう時がやってくる。その時まで自分が、いろいろなね、ものをクリアしていかなきゃいけないことはあるんだけれども、それをね、自分で勝ち取っていくようなことをしていくって、努力をする。で、B さんのいろいろなことがあった。で、お相手さんもいろいろなことがあった。様々な傷だったり、痛みだったり、そういったものがね、浄化されていくこと、それを願っているんじゃないかなというふうに思いますね。いつまでもその痛みと、苦しみ、そこで立ち止まらない。で、新しい、関係性を作っていけるように、今はすぐにはできないかもしれないけれども、諦めないでいたいなって思ってるんじゃないかな。トゥルースなんですね、これ鏡。そう。自分の本当の気持ちや本当の願い、そこに、光を当ててほしいなってこと。先ほどもこちらね、ソードの8のカードちゃん。これも鏡をね、見ている、多分B さんのお姿なのかもしれないけれども、お相手様もそうかもしれない。苦しい状態、動けない状態。そういったことは、今まで乗り越えてきている。だから今、私たちがいるから、これから見ていく鏡に映るものは、自分のその本当の気持ちや、照らしていく、光を照らしていくものについては、これからのことについて、明るくね、照らして見ていてほしいなっていったようなこと。それによって、私も、あなたも魂が、救われていくんだって。で、忘れてほしくないのは、あなたへの情熱。それはずっと持ってるよって。だからあなたも持っててほしいなって言ったことなんじゃないかなっていうふうに伝わってきてますね。そう。両サイドで、このペンタクルが出てますから。そうですね。ペンタクルは、コインとか経済力のこともそうですし、土のね、カード。火、水、風、土の分類されていますけれども、土の部類に入る、ペンタクル、コインなんですね。そう。なので、とにかく現在から現世で、生活とか人として生きていく上で繋がっていく。そういった気持ちを強く持っているからこそ、サイドでね、固めてくれたんじゃないかなというふうに思います。自分はそれに勝っていかなきゃいけない。だからあなたも、本当の気持ちね、どうなりたいかっていうことを見るようにしてくださいって言ったようなことを伝えてきてくれているというふうに私は感じましたよ。はい。最後にですね、ミカエルさんから、大天使ミカエルさんからメッセージもらいたいと思います。2、4、6、Keep your eyes on your targeted intention ですね。はい。自分が思っているものに対しての、目線っていうものを反らさないでいたらいいんじゃないかなって言ったことですね。やっぱこういう風になりたいだとか、これはね、何かを射止めるために、弓を向けてますけれども、その気持ちをキープしていること。ちゃんと自分が狙っているものを把握して、その狙いを外さないこと。あなたが願っていること、本当に望んでいる気持ち、それをずらさないで
持ち続けたらいいと思うよっていったことを大天使ミカエルさんから伝えさせていただきました。はい。お選びいただきましたこちらですね。招き猫ちゃん。良いことね、招いてくれる猫ちゃん。もう日本のね、象徴の一つかなとも思いますけれども、19世紀の日本に起源を持つ招き猫は世界的にも幸運の象徴となりました。この尻尾の短い三毛猫は前足を上げたポーズで有名です。それは幸運の印だと信じる人もいれば、歓迎の意味だと思っている人もいます。また単に寿司屋の目印だと思っている人もいます。ということで。はい。人間関係。君の前足を上げて愛と友情を招こう。人生。君の人生に幸運を招き入れよう。仕事。昇る太陽を眺めれば、君の上に光が降り注がれるだろうといったようなね、解説本を読まさせていただきました。そうそう、自分のね、光をね、こう、太陽がね、昇るような感じですけれども、招き入れてほしいんですよね。愛も、そして希望もね、そのまま狙ったままキープしていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、B さんのリーディング、こちらで終了させていただきます。いかがでしたでしょうか？もしちょっといいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価のボタンを押していただきますと、励みにさせていただきますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。B さんがこれから、そうですね、いろんなことね、乗り越えてこられた方なのかなっていったことが伝わっておりますし、お相手様もそういうね、B さんのお姿見てこられた方なのかなというふうに思いました。まだそんなにね、お付き合い長くないですよっていう、方でしたら、そうですね、やはりそんな短い期間の間でも、やはりすごいね、例えば、過去性とか、そういったものにも関係してくるのかもしれませんよね。過去性でいろいろあった、そういったご縁があるのかなというふうに思いますので、お相手様と B さんで、救済、魂の救済をね、目的として、目標とされて、良いご関係性が、これから情熱的に、紡がれていかれますことを願っております。ご視聴どうもありがとうございました。またよかったら、リサ見てください。それでは、また。それでは C さんのリーディング開始させていただきます。よろしくお願いいたします。まずは C さんとお相手様のご関係性をカードちゃんに出てきてもらいたいと思います。それでは開けてまいります。エンペラーの逆。ワンドの4が正位置ですね。ソードの10逆。ペンタクルの2の逆ですね。オラクルカードちゃん、こちらコンタムさんなんですけど、インクリースが逆のオープンアップが出ております。はい。はい。ちょっと補足いただきたいと思います。エンペラーさんの逆の補足になります。はい。ソードの5ですね。はい。カードちゃんの全体的なところから感じ取る、感覚としてはですね、今、C さんとお相手様って、少し、ちょっと距離が空いてしまっていたりだとか、今、あまり時間を二人で取れていないようなご関係性なのかなっていったことなんですね。楽しい時間っていったものがあったんですけれども、今はそれが取れてない。で、それぞれの道で今ご活躍されていたりだとか、そうですね。お相手様が目標をね、何か達成するために距離をね、置かれてしまったとか、お忙しかったりだとかもするのかなと思いますけれども、ちょっとコミュニケーションがなかなか取れていないような感じがいたします。お相手様との復縁っていったものを望んでいらっしゃる方もいらっしゃるんでしょうか？そうですね。お二人で過ごす時間が
今あまりないような感じがいたしますが、いかがでしょうか。もし違いますっていう C さんでしたら、他の選択肢の方を見ていただけましたら嬉しいです。はい。でちょっとね、そんな感じするなっていうC さんでしたら、お付き合いくださいませ。はい。ということで、少しガードを固めていらっしゃる方も中にはいらっしゃる。ちょっとね、過去のことになってしまうのかな。時間が経ってしまったり、あと距離がすごく空いてしまっているような感じがするんですね。はい。そういった、お二人なのかな。まだまだね、理想のところまで、道半ばで、お二人が幸せな暮らしをなさっていたりだとかね、ゴールインとかっていったものも、そうですね、理想的にはあったのかなっていうふうに思うんですけど、まだそこに到達してないっていったようなカードちゃんもね、出てきてますので、で、お相手様、C さんもそうかもしれませんけれども、お仕事だったり、何かの、目標達成みたいなところに向けて、今ね、集中していらっしゃるっていった方も多く感じられます。はい。そのような感じなんですけれども、では、お相手様が今現在ね、どういった状況にいらっしゃるのかをちょっと見させてください。はい、それではめくってまいります。マジシャンの逆。デビルの逆。ワンダのペイちゃんの逆。ワンダのキングさんが正位置で出ておりますね。はい。お相手様はね、1枚だけワンダのキングさんが正位置で出てきてくれているので、バイタリティ、ある方で、今、精力的に、その物事に対してクリアしていこうっていったような、意欲っていったものはあるよっていったことを伝えてきてくれていると思うんですね。デビルの逆なので、どうしてもつながりをね、持っていなきゃいけないところがあったのかもしれないんですよね。あとは習慣的なこともあるかもしれませんけれども、例えば会社だったとしたら、その会社特有の、何かね、慣習みたいなものがあって、なくせばいいのになって思っているようなことも、どうしても先代というか先輩がね、やってきちゃってることだから、それはやっていかなきゃいけないなって、でもそれどうかなって思っているようなこととかも改革していこうとかね、例えばですよ、変化させていくような、そういった、アイディアとかね、思いっていったものも、お持ちでね、いらっしゃっているのかなというふうに感じますね。ワンダのペイちゃん逆なんだよな。そうですね。なので、後輩の人たちがね、やりづらそうだなっていうふうに思っていることを変えてあげようかなとかね。そういうふうに思って取り組んでるよとか。例えばなんですけれどもね。今置かれているご環境を、意欲的に変化させていく。成功に導いていくとか。そう、ちょっとね、リーダー的な感じなんですよね。社長さんとか、人をね、引っ張っていくようなお立場の方、多いのかなというふうに感覚がありますね。そう。だからそういったことにね、今意識を向けているっていったようなことを感じます。はい。ということで、そのお相手様の状況を見させていただいたんですけれども、お相手様がね、C さんとのお二人の過去についてどのように思っているかを、聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、それではめくってまいります。ペンタクルのナイトさん。デスですね、これ。ペンタクルの10、そして、ソード、すいません。今ちょっとね、ストレージの方がいっぱいになっちゃって、少し片付けて、また再開させていただいております。すいません。はい。ということで、こちらですね。ペンタクルのナイト3です。そしてペンタクルの10が出て、ワンドの3が逆ですね。はい。そしてこちらのね、ラボオラクルカードちゃんなんですけれども、愛すべき人を、そして、マイルストーンの逆が出ております。そうですね、目にね、飛び込んでくるのがまずこの愛すべき人というカードちゃんなんですけれども、これあなた様なのかなというふうに思います。お互いにね、そういうふうに思われていたんじゃないかなとも思いますけれども、特にお相手様が、
C さんのことをとてもね、愛しく思っていた。この人は大切にしたいというふうに思っていた。で、何か、断ち切ったことがあるのかな。断ち切ったか断ち切られたか。幸せな家族形成みたいなところも、あった。そうですね。ただ、これから先に、待っているものの、ビジョンっていったものが、なかなか浮かんでこなかったのかな。これからね、どういうふうにしていこうかっていったような先をですね、お考えになっていったときに、大きな決断をしなきゃいけないことがあったのかな、といったことも感じますね。お仕事をね、して、経済的にもしっかりとしたものにしていかなければいけないとか、そういったことを意識されていたのかな。これまでね、続いてきたものを、何かスパッとお辞めになるか、そういったこともね、しなければならなかった方もいらっしゃるかもしれませんね。マイルストーンが逆なんですよね。これからのお二人の、将来像みたいなものを描いていたのか、もう一つは、今までね、やってきたことを大きく変えなきゃいけないことも決断としてあったのかもしれませんね。キャリアとかね、そういったものも、キャリアね、積み重ねてきたものも、一旦それは置いといて、新たに形成していかなければいけない何かっていったものもあったのかもしれません。家族として、歩んでいく。そういった思いっていったものがあったねっていったことも伝えてきてくれてるかな。ワンドの3がね、やっぱり逆なんですよね。今の状態で少し距離があるような感じがいたしますので、やっぱりご事情がね、お互いにあったり、C さんにも見つめ直さなきゃいけない何かがあったりだとかされたのかな、過去。でもお相手様は C さんのことをとてもね、愛おしく見ていたよっていったようなことは伝わってきておりますね。はい。あなたこそ私の愛すべき人なんだっていったことですね。ということで、過去について見せていただいたんですけれども、その、お相手様が C さんに今伝えたいこと、出させてください。はい、それではめくってまいりたいと思います。開けてみましょう。バンドの5の逆。そして、プール、愚者さんですね。カップのキングさんが逆で、ソードのエースが逆です。セルフキャスティングさんからは、ファミリー、家族ですね。はい、そして、強い信頼のカードちゃんが出てます。そして、ロマンスエンジェルオラクルカードさんからは、Getting to know each other が出てます。そしてですね、ジャンプカードでね、カップの9が出ました。これ、願いが叶うよっていうカードちゃんでね、よく知られているんですけれども、全体的なところからの、エネルギーとしては、家族のカードが出ているので、一つになったり、一緒にね、人生を過ごすっていったことがテーマとして来ているのかなというふうに思うんですけれども、家族になるには、やはり、信頼関係が、もちろん、ないと、まずは強い信頼関係がないと、家族っていった状態に、他人同士がね、やっぱり家族になるって大変なことですよね。なので、そういった段階っていったものを踏んでいこうっていったようなこともあるのかなというふうに思うんです。このね、願いが叶うカード。これはね、願いを叶えたいとか、願いが叶うよとか、そういったようなね、気持ちを持ってるんじゃないかなっていったことが感じられます。なので、決断するには、それ相当なね、エネルギーもいりますし、タイミングもあると思うんですよ。その制約っていったものが今いろいろあるんだけれども、そこから解き放たれた時がそのタイミングなのかなっていったことも
伝えてきてくれてるかな。まだ、カップのキングが逆だったりだとか、ソードのエースが逆だったりだとか、強い愛情とか、まあ、そうですね。深い愛情とか、そういったものを元にした決断っていったものが、今のところはまだできない。うん。そう。だけど、すべてをこうね、クリアしたり、自由の身になったり、気にしない、何も気にせずに行動できるような、そういった時が来たならば、変わってくるんじゃないかなって。今ね、ワンドの5がね、やっぱり出てるということなので、周囲の方との調整っていったものも必要だし、お互いにね、置かれている立場、環境もありますので、お仕事とかご家族とか、あとはご友人、知人、何か例えばあなたにね、強く依存している人がいるかもしれない。そういった方とのご関係性をどうするかとか、なんかそういったこともね、あるんじゃないかなというふうに思うんですね。お知り合いでも、ご家族でも、C さんも C さんで自由にね、できるかといったらどうでしょうかっていったこともあるのかもしれませんね。なので、いろんな条件が整う。そう。それまではね、もう少し、お互いをよく知ることっていうカードちゃんが出てるので、お互いにたくさんね、会話を本当はしたり、情報を交換したりして、築き上げていく。その時間が必要なんじゃないかなっていったことも感じますね。お相手様はね、決してそうですね。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。でも今これめくれましたよね。なんかここを伝えたいのかな？ワンドの5。周囲の状況なのかな？それを整えるためにしなければいけないことがあるっていうことかな。何か思い当たるところありますか？そう、お相手様はね、決して否定しているわけでもないし、諦めてるわけではないとは思いますね。カップの9も出てきてくれてるんで。ジャンプでね、出てきてくれてるってことは、やっぱりちょっと伝えたいのかな。ただ、まだそれまでにね、何かクリアしなきゃいけないんですよね。超えなきゃいけない。お互いにだから、each other なんですよ。お互いに。それぞれに乗り越えていって、条件をいろいろあるのを乗り越えていくことを、する。今そういった時なのかなっていったことを伝えてってことなのかな。そう、強い信頼関係。家族になりたいねっていうふうに思っても、やっぱりいろいろなね、しがらみもまたそれぞれにあるでしょうし。ただ、強い信頼で結ばれてれば、願いは叶えられるし、そう、いつかはね、家族にちゃんとなれるよって思ってることは思ってるんだっていうことなんじゃないかなっていうふうに伝わってきていますね。お相手さんもね、今ね、リーダーシップ、おとりになって、何か取り仕切ったりだとかね、進めていらっしゃることもあるでしょうし、その流れの延長線上ですよね。これからそれが積み重なっていって、それぞれにね、いろんなことをトライできるような状態になっていく。そう、その先にあることなのかなっていったことを伝えてきてくれていると思います。大天使ミカエルさんから C さんにメッセージもらいたいと思います。Decide to be happy now が出ましたね。これは、幸せになるんだっていうふうにもう決めちゃうというか、思ってしまっていていいんですよってことなんです。やはり明るい、将来、こうなりたいなっていう自分の幸せな自分の、映像みたいなものを、思っていて、くださいっていうことですね。表情がね、ちょっと暗い絵なんですけれども、このカードちゃんが出ると、ちょっとね、幸せなことを思い浮かべる。それを決めて自分が動いていくみたいな、前向きな、とてもいいカードだと思いますので、はい。
ちょっとね、びっくりしちゃいますよね。うん、でもなんかね、これぼーっとしてるような感じで、いろんな想像してるんじゃないかな。そういった人をこう映し出してくれてるんじゃないかなっていうふうにも思います。はい。一見暗いようで、頭の中めちゃめちゃこう、ハッピーな状態。うん。そうですね。そういうような状態も良いんじゃないかなというふうに思います。ということで、お選びいただきました。こちらね。玉田ステーションマスターさん。玉ちゃん、かわいいですね。駅長さんなんだったっけな。玉。あ、ありました。駅長猫の玉、CNN に10億円以上の経済効果をもたらした猫と呼ばれた猫。そうなんだ。玉は和歌山県の、これは高志川線高志駅の名誉駅長として人気者となり、経営危機に瀕していたこの路線を救いました。駅長として8年間誠実に勤務した後、玉は亡くなりましたが、その葬儀には何千人もの人が出席しました。現在、玉は神道の神様となって神社に祀られていますということです。人間関係、仕事をしながら友達を作ろう。人生、どんな旅でも希望を胸に抱いて始めよう。仕事、トンネルの終わりに見える光を探してみて、それは松明を掲げているネズミかもしれないよということです。トンネルのね、終わりに見える光を探してみようということですね。印象的だなというふうに思いました。はい。幸せになる自分、ね、お相手様も幸せになってほしい。そういった気持ちでね、毎日を、キラキラとお過ごしになられますことを、私も願っております。ご視聴どうもありがとうございました。もし、なんか、ちょっといいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価の方も何卒よろしくお願い申し上げます。はい。C さんのね、これから、それぞれに頑張って、それぞれの何か目標をね、クリアしながら、幸せになる自分っていったものを、常に思って、そうなるんだっていうふうに思って、お相手様とたくさんね、お話しする機会とかできると良いなというふうに思っております。はい。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。もしよかったら C さん、またね、リーディング動画見てくださいね。はい。それではお健やかにお過ごしください。それではまた。